お休み前のほんのひととき、読み聞かせを聞きながら子供の頃に帰ってみませんか？ヒーリングストーリーが心をほどき、そっと幸せの種をまいてくれます。眠りの国で癒されながら夢が芽吹くのをお楽しみに。さて、今日はどんな話をしましょうか。第10夜、白い羊の飼い方。昔々、とある島国に羊飼いの学校がありました。学校では羊の育て方や牧草地の移動の仕方などさまざまなことを学びます。入学試験はとても難しく、国内でも成績がトップ数%の学生しか合格できません。この島国で羊飼いの学校を卒業し、めでたく羊飼いになれれば、将来は高い地位と収入を得て一生尊敬されるのでした。今年の羊飼いの学校の新入生は3116人。その中に一人も友達のいない女子学生がいました。女子学生はもともと頭がいいわけでも特技があるわけでもありません。子供の頃から友達も作らず勉強に打ち込んだおかげで、なんとか羊飼いの学校に入学することができた平凡な女の子です。親に言われるままに勉強してきた女子学生ですが、次は羊飼いになるための国家試験が控えています。確かに羊飼いになるために頑張ってきた。でも国家試験も難しいんだよな。長い受験勉強がやっと終わったのに、また試験のためだけに机に向かい続けるのかと思うと、女子学生はどうしても気がめいってしまうのでした。ある日、羊飼いの学校に特別講師がやってきました。講師は現役の羊飼いです。憧れの羊飼いの講義を受けようと、教室は学生でいっぱいになりました。自分の要領の悪さを分かっている女子学生は、前の晩から教室に潜り込み、寝袋で夜を明かしました。そのおかげで、一番前の席に座っています。時間になり、羊飼いが教室に入ってきました。これが本物の羊飼い。初めて見た。教壇に立つ羊飼いは、どこにでもいるくたびれたおじさんです。あまりにもオーラがない。なのに、この人、羊飼いっていうだけで尊敬されるし、いい暮らしもできるんだ。やっぱり、私、頑張って国家試験を受けよう。そして、羊飼いになろう。後ろ向きな発想ではあるものの、失いかけていたモチベーションがムクムクと高まるのでした。羊飼いの話を聞きに来たのは、やる気のある学生ばかり。ところが、羊飼いの講義が始まってから数分も経つと、教室の熱気はすっかりなくなってしまいました。羊飼いの話があまりにもつまらなかったからです。学生が次々に眠りに落ち、あちらこちらからいびきが聞こえる中、女子学生は頬をつねって眠気に耐えています。頭がいいのと話が面白いのは関係ないみたい。まあ、羊飼いって普段は羊のお世話ばかりしてるから仕方ないか。とにかく、直で羊飼いの話を聞けるチャンスなんだから、頑張るぞ。しばらくすると、女子学生はあることに気づきました。あれ、あの羊飼いの目、あの目は、どこかで見たことある。どこだっけ？考えているうちに、周りの学生たちは全員眠ってしまい、起きているのは女子学生ただ一人になってしまいました。そんな状況にもお構いなく、教団の羊飼いが淡々と言いました。一つ重要なことがあります。そもそも羊たちは
羊飼いという肩書きの親切な係員が自分たちのお世話をしてくれていると思っています。女子学生は驚きました。え？違うんですか？羊飼いの仕事は羊のお世話じゃないんですか？気づけば声を上げていました。違います。羊飼いは表情一つ変えません。でも、教科書には、羊飼いは羊たちの幸福を目的とし、羊たちの暮らしに関わる仕事に従事すると書いてありますよね。それは建前です。本来の仕事は、羊が好き勝手をしないよう、羊たちを管理することです。管理って、思いがけない言葉に、女子学生は呆然としてしまいました。羊たちは、私たちのような羊飼いや、あなたのような羊飼いの学校の学生より、ずっと勉強ができない。勉強すらできない頭の悪い羊たちが好き勝手をしたら、国はどうなると思います？秩序が保てなくなるのは、火を見るより明らかだ。勉強ができるかどうかで勝手に判断されるなんて、そんなの羊たちが納得しないと思います。納得するかどうかを考慮する必要はありません。そもそも、羊は自分たちが管理されているとは気づいていないのですから。あなただって、今まで、羊が我々に管理されているとは知らなかったじゃないですか。そうですが、羊たちは、羊毛を国に納める代わりに世話をしてもらっていると思い込んでいる。だから、ぶつぶつ文句を言いながらも、国に羊毛を納める。何も問題はありません。はあ？問題はない？ポカンとしている女子学生に、羊飼いは不機嫌そうに眉根を寄せます。あなたは、この学校の生徒の割に、物分かりが悪いようだ。すみません。仕方ない。あなたの頭でもわかるように言ってあげます。要するに、我々羊飼いは、羊毛を納めさせるために、羊を管理しているのです。羊毛を納めさせるために羊を管理している？女子学生は思わず立ち上がりました。そんな話は聞いたことありません。羊の暮らしを守るためには国というシステムが必要で、だから羊毛を国に納めてもらっているんじゃないんですか？もちろん、全滅しない程度には、羊の暮らしを守ります。羊がいなくなれば羊毛もなくなり、我々も冬が越せなくなってしまいますからね。散々勉強してきた女子学生ですが、羊飼いの言うことが全く理解できません。じゃあ、もしも誰かが羊たちに、あなたたちは羊毛のために管理されていると本当のことを言ったら、それこそ秩序が保てなくなるんじゃないですか？暴動が起きるかも。ああ、そんな心配は無用です。羊飼いは笑いをこらえたような表情になりました。そして、口の端を歪めて言いました。羊は何もしません。なぜなら、自分たちが羊だとは気づいていないから。学校のフィールドワークの日、女子学生は教授や学生たちと牧草地へやってきました。広々とした牧草地では、たくさんの羊たちがせっせと草をはんでいます。ここにいる羊たちは、みんな自分が羊だと思っていないなんて。羊飼いの講義の後、女子学生はすっかり元気をなくしていました。子供の頃から勉強しかしてこなかった。友達もいないし、思い出もない空っぽの10代。つまらない毎日だけど、将来は羊たちの暮らしを守るために働けるなら、それはそれで勉強する意味はあると思ってた。なのに、つまり、我々羊飼いは、羊毛を納めさせるために、羊を管理しているのです。私、思い違いをしてたんだ。その時、あなた、
羊飼いの学校の学生さんなんですね。今日は実習か何かですか？一匹の羊が女子学生に話しかけてきました。ええ、まあ。いいな。学生時代って青春そのものですよね。昔を思い出します。一つお聞きしたいんですが、島国一の学校の学生さんが私に？それは光栄だ。どうぞ、何でも聞いてください。あなたは羊さんですか？はい？私が羊？羊がきょとんと女子学生を見ました。羊の横に長い瞳孔が少し開いたように感じました。はは、学生さんは面白いことを言うんですね。まあ、確かに羊毛を収めてるから、羊と言えなくもないか。ははは。すみません。変なことを言いました。いえいえ。それにしても、最近、どんどん収める羊毛が増えてきて、暮らしも大変です。なんせ、我々の負担率はもろもろ合わせると、47.5%、収める羊毛の量も、世界でワースト2って言うじゃありませんか。収入のほぼ半分を持っていかれて、これからもまだまだ増えるって話だし。本当ですか？知りませんでした。そんな大変なこと。ほんともほんと。もう、やってられませんよ。羊は、そう言いながらも、どこか人事のようにのんきです。あなた、ぜひ羊飼いとして出世して、なんとか、この国を良くしてくださいね。期待してますよ。羊は笑いながら去っていきました。あの目だ。女子学生は、さっきの羊の目を思い浮かべます。羊特有の横に長い瞳孔。この前学校に来た羊飼いの目は、羊の目と同じだったんだ。講義の日、羊飼いは言った。羊たちは、自分たちが羊だとは気づいていない、と。だけど、羊飼い自身も、自分が羊だとは気づいていない。ちょっとばかり、頭のいい羊かもしれないけれど、あの羊飼いはもともと羊だったのか、それとも気づかないうちに羊になってしまったのか、どっちなのか私にはわからない。だけど、羊も羊飼いも誰も自分が羊だって気づかないんだ。女子学生の口から言葉がこぼれたとき、僕は羊ですよ。突然、後ろから声がしました。振り向くと、そこには若い羊がいました。僕は自分が羊だと気づいています。そうなんですか？確かに、外見は牧草地に住む平凡な羊のようです。でも、その羊の目は人間の目そのものでした。僕は自分が羊だと知ったとき、とてもショックでした。生まれてからずっと自分は人間だと信じ込まされていただけだったんだと絶望しました。羊は牧草地に目をやります。白い羊たちが群れている牧草地は日に照らされ、平和そのものです。結局、見守りカメラに囲まれた安心安全な牧草地も、自然に優しい発電所も、寝るのも忘れるほど夢中になれる娯楽も、何もかもが、全部、羊毛を集めやすくするためだけのものだったんですよね。それって、どういう。ああ、失礼。あなたはまだ学生さんでしたね。わからなくて当然です。そんな。馬鹿にしないでください。わかるように説明してください。馬鹿になんてしてません。つまり、羊は、羊のままでいてもらった方が、得する人たちがいるってだけのことですよ。得する人たち？将来、あなたが羊飼いになればわかる話です。
そして、こういう世の中の仕組みは、あなたにとっても、そんなに悪いシステムではないということがすぐに理解できます。あなたは、羊飼いの学校に入れるほど頭がいいんですから。システムって一体。喋りすぎました。すみません。では、僕はこれで。羊は女子学生に会釈し、歩き出そうとしました。待ってください。羊さん。もっとちゃんと教えて。女子学生は羊の腕をつかみました。あなたは確かに牧草地に住む羊です。でも、あなたの目は人の目をしている。羊であっても羊じゃない。だったら、あなたには本当のことをみんなに伝える義務があるんじゃないですか？はは、羊に義務とか難しい言葉を使わないでくださいよ。茶化さないで。私、真面目に言ってるんです。羊は小さくため息をつきました。仲間たちには伝えようとしました。でも、誰も僕の話を聞いても理解しようとしない。仲間のほとんどは、嘘を言うな、とか、仮にそうだったとして、どうしようもないだろう、とか言って、僕から離れていきました。羊が女子学生を見据えます。羊は、何かが起こるまでは、自分から動こうなんてしない生き物なんです。いや、何かが起こっていても気づきもしない。ただ、目の前の数メートル四方にある牧草だけが大事なんですよ。だから、もう、諦めるしかないじゃないですか。そう言って、羊は女子学生の手を振り払いましたが、女子学生は、また、羊の腕をつかみます。何ですか？しつこいな。羊さんは、諦めてないですよね？いや、僕は、諦めてない。だから、私に話しかけてきたんじゃないんですか？女子学生の言葉に、羊はしばらく黙ってしまいました。そして、そうですね、そうかもしれません。だって、羊は少し悲しそうな笑みを浮かべました。羊のまま死ぬのは、やっぱり悔しいですよ。その笑みを見て、女子学生は言いました。羊さん、私と友達になってください。いきなりすぎるって自分でもわかってますが、女子学生自身、生まれて初めて友達を作ろうとしている自分に驚いています。だけど、この島国で良しとされる羊飼いになって、本当に自分がやりたいこともわからずに年を取って死んでいく。そんなのは悔しいと、自分も心のどこかで思っていたんだと、今わかったのです。羊の悔しいといった気持ちが、痛いほど分かったのです。お願いします。友達になってください。それは無理でしょう。羊の僕には、あなたの友達なんて荷が重すぎます。どうして？私が羊飼いの学校の学生だから？それなら大丈夫。私、バカですから。この前だって、羊飼いの講義、さっぱりわからなかったくらいで。それに今まで、女子学生はずっと羊の腕を掴んでいたことに気づきました。痛かったですか？ごめんなさい。大丈夫です。それより、さっき何を言いかけたんですか？今まで何だったんですか？今まで私には友達がいませんでした。だから、もし羊さんが友達になってくれたら、あなたは私の一人目の友達なんです。友達、ずっといないんですか？はい。一人も。勉強しかしてこなかったんで。羊は面食らっていたようでしたが、
ふっと表情を緩ませました。それなら、ハードルがぐっと下がりますね。僕でも、あなたの友達になれそうだ。羊の言葉を聞いた女子学生は大喜び。やったー。ありがとうございます。これからよろしくお願いします。こちらこそ、お願いします。今知り合ったばかりだけれど、多分誰よりも分かり合える友達。この友達ができたことは、100人の友達ができるより嬉しいんじゃないかなと女子学生は思うのでした。